どうもきみまろです。今日は予約していたこちらの iPhone 12 mini が手元に届きましたので、こちらの開封とレビューをしていきたいと思います。今回購入したのは iPhone 12 mini のブラックの 256GB です。では早速こちらの開封と初期設定をしていこうと思います。はい、では早速開封していこうと思います。箱はこんな感じで、今までの iPhone の箱よりちょっとね薄めになってますね。今回は同梱されているものが必要最小限のものしか入っていないということなので、箱もね結構薄型の箱になっています。開けてみましょう。はい、こちらですね。取り出します。はい、これが iPhone 12 mini でございます。サイズ感とか操作感はこの後紹介していきますが、まずは初期設定の方をしていこうと思います。その前に同梱物もね紹介していきたいと思います。といっても今回はあまり同梱されているものが少ないですね。まずこれが充電ケーブルですね。 USB-C とライトニングのケーブル、こちらと、あとこれはマニュアルですかね。 SIM カードを抜くときに使うピンと、あとは簡易なマニュアルと、であとはステッカーですね。 Apple マークのステッカー、同梱されているのこれだけです。はい、ではねちょっと初期設定の方をしていきたいと思います。今使っている iPhone X のデータをこちらの iPhone 12 mini の方に移していきたいと思います。この同梱されていた SIM カードを抜くこちらのピンを取り外して、でこれを使ってまずこちらの SIM カードを抜いていきたいと思います。どちらもバッテリーはフル充電してあって、で電源ももう落としてある状態になってます。 SIM カードを出してきます。はい、今 SIM カードを入れ替えましたので、両方ともね電源を入れてデータに移行していきたいと思います。はい、今どちらも立ち上がっている状態ですけども、新しい iPhone の設定というのが出てくるので、このウィンドウの続けるボタンを押します。新しい iPhone をカメラに向けてくださいとなっているので、今までのこちらの iPhone X の方のカメラをこちらの iPhone 12 mini のこのモヤモヤとしているところ、ここにかざします。はい、今 iPhone のアクティベートには数分かかることがありますと出てるので、今アクティベートをしようとしてくれています。はい、Face ID を設定で出ましたので、ちょっと Face ID の設定を今ねやってしまおうと思います。はい、Face ID の設定もできました。でデータを転送という画面が出てきたので、 iPhone から転送っていうのができますので、これで iPhone X から iPhone 12 mini にデータを転送することができます。転送してみます。はい、今データを転送中と出てますね。だいたい約29分32分。もともとデータが結構多かったので時間はかかりそうですね。ちょっと待ってみましょう。はい、転送が完了しましたということで、こちらの iPhone 12 mini の方も今まで iPhone X で使っていた環境になりました。はい、設定が終わりました。これ今設定しながら触ってみた感じなんですけども、おかえり iPhone って感じです。やっとね iPhone らしい iPhone が帰ってきたと思います。どういうことかっていうと、僕が最初に手にした iPhone っていうのがこちらに今ねあるんですけど、 iPhone3GS ですね。これをね僕一番初めに手にしたんですよ。背面の部分がこう曲面になっていて、これもこれでね持ちやすくてすごい好きだったんですけど、最初に手にしたのがこちらの iPhone3GS、 そしてその次に手にしたのがこちらの iPhone5 ですね。それでその次に手にしたのがこちらの iPhone6S です。そしてこちらの iPhone X まで渡り歩いて、それで iPhone11 は購入しなかったので、この iPhone 12 mini は約3年ぶりの機種変更です。でこちらの iPhone 12のシリーズが発表された時は iPhone X からの機種変更なんだったら、当然のように画面サイズも大きくて見やすくて、カメラ性能もミラーレス一眼ぐらいいいものを選ぼうというふうにね、最初はそういうふうに思ってました。でそんな時に思い出したのがこちらの画像です。これは iPhone5 が発表された時に出回ったコラージュ画像なんですけども、 iPhone5 が iPhone4 より縦にアイコン1段分長くなったんですね。でそれを皮肉って iPhone8 が出る時にはこんなに長くなってるんじゃないとか、 iPhone X になったらこんなになっちゃうんじゃないっていうねジョーク画像なんですけども、ここまではいかないにしても、確かに iPhone はこのように大きくなることが当たり前の進化を遂げてきましたよね。でも待てよと、僕が初期の iPhone に感動したのはやっぱりこういう風に手に収まるようなコンパクトな端末の中にパソコンとかオーディオとかカメラまで備わってるというライフスタイルを変えてくれるような新しい体験、これにねやっぱり感動したんですよね。でそんな感動体験を呼び戻したいっていう風に考えたら、やっぱりね iPhone 12の中で選ぶべきはねこちらの iPhone 12 mini だろうと、そんなわけでねこちらを選んだんですけども、こちら本当大正解でした。もう本当ねおかえり iPhone っていう感じです。
いい加減そろそろレビューをしろっていう声が聞こえてきそうなので、ファーストインプレッションを語っていきますね。まずサイズ、こんなに小さいです。さっきまで使っていたこちらの iPhone X に重ねてみるとこんな感じで外寸は一回り小さいですね。ただ先ほどのこちらの iPhone5 ですね、すごい昔の機種ですけども iPhone5 までは小さいということはなくて iPhone6S より少し小さいってね、そんな感じですね。 SE とか僕持ってないんでちょっと比較できないんですけども、持ってる端末の中だと iPhone6S が一番近いサイズかなと思います。個人的にはこちらの iPhone5 くらいね小さかったらもっと嬉しかったなという気もするんですけど、それでもここまでの拡大傾向に比べればいいサイズに収まってくれたと思います。やっぱり iPhone はこうでなくっちゃって感じですよね。もうこのコンパクトさはねほんと正義です。あと重さですけどもね、びっくりするぐらい軽いですね。 133g という軽さで iPhone X が 174g なのでそれに比べて 41g も軽いんですね。 iPhone X はモフト X をつけてたってこともありますけども、ケースをつけない状態でもやっぱりね重さは感じました。それに比べてこれはかなり軽いですね。そしてこのフォルム、先ほどの iPhone5 を思い出させるアウトライン、とても美しいです。電源ボタンはここで、反対側にここにサイレントのスイッチがあって、でここに音量ボタンがありまして、それで下の部分にはスピーカーとマイクとライトニングケーブルを挿すところがありますね。デザインは人それぞれ好みはあると思うんですけども、僕はねこの角張ったデザインがとても好きです。でこの画面側もこちらの背面もかなり光沢があって、もう鏡のように綺麗に映ります。で Apple マークの部分はこのようにも鏡ですね。非常にね高級感があって美しいです。ただ鏡のように綺麗で、ほんと表面がツルツルなので、ちょっとわかるかな、指紋とかねホコリはね結構つきやすくて目立ちますね。これは仕方ないですかね。手に持つとこんな感じです。僕ねあんまり手は大きい方ではないんですけども、今まで使っていた iPhone X に比べると明らかに小ささを感じます。それでアウトラインが角張ってることで滑ることもなくてね、結構グリップできてしっかり持ちやすいですね。あと僕は iPhone をこういう風に小指にかけて持ってしまうんですけども、軽いから小指への負担も少なくて持ちやすさもね申し分ないです。で画面サイズですけども iPhone 12の中で最小の 5.4 インチですが、うわ小さって感じは全然ないです。今使ってる iPhone X のサイズは 5.8 インチですけども、比べてみてもそんなにね狭いとは感じないですね。文字サイズも小さくは感じないです。画面サイズが小さくなったことで画面の隅々まで指を伸ばすこともできます。それで CPU は無印の iPhone12 と同じ A14 バイオニックチップを搭載しているので、もうほんとサクサク動きます。この辺りは旧機種でもすでにサクサクだったので劇的な変化っていうのは感じられないんですけども、十分すぎるサクサク具合だと思います。そしてこちらのカメラですね。広角レンズは F1.6、 超広角レンズも F2.4 という明るいレンズを搭載しています。 iPhone12 Pro との違いは望遠レンズぐらいですけども、正直僕この3年間 iPhone で望遠で撮りたいと思ったことはほとんどなかったので、デジタルズームはついてますし、スマホのカメラとしては iPhone12 mini のカメラでも十分すぎるスペックだと思っています。ちゃんと写真を撮りたい時は普段から持ち歩いている α7S3 で撮ることが多いので、こちらの iPhone のカメラに関してはそこまで高性能カメラは求めないです。でこちらの iPhone12 mini で何枚か写真を撮ってきましたので、こちらの作例をご覧ください。どうぞ。これが広角で撮った写真ですね。このように夜の街並みや夜空もね綺麗で、こういった夜景も鮮明に美しく撮れます。それでこちらが超広角、このように隅々までかなりシャープに映ります。ダイナミックレンジが非常に優秀なので、こういったねグラデーションも綺麗な階調で表現されていますね。こちらはポートレートモードで撮ってますけども、このようにね背景も綺麗にボケてます。こたつの毛並みもね非常に綺麗に映ってますね。どうでしょうか。写真は十分綺麗ですよね。あと動画も撮ってみました。こちらは 4K30fps で撮ってますけども、手ブレ補正も効いていて安定した撮影ができますね。あと残念なのはこのチラチラ入る反射ですかね。レンズの周りのフレームが反射してるのかもしれないんですけどね、ちょっとこれは気になりますね。でもこれぐらいかな。それでも iPhone に求めるカメラとしては十分すぎる大満足な写りだと思います。動画はもう少しいろいろ撮ってみて検証してみたいと思ってますので、今日はこんなところで。あと iPhone12 で話題になっているのは 5G 対応ですね。これも売りになっていますが、現状はまだ対応エリアも限られているので、この凄さを体感できるのは来年以降かなと思います。
あとはバッテリーですけども、電池の持ちもね iPhone X より少し良くなっています。すいません、どうしても僕がこれの前に持っていた機種がこちらの iPhone X なので、どうしてもこれとの比較になってしまうんですけども、電池持ちも iPhone X より少し良くなっています。ただ一緒に出た iPhone 12よりはこちらの方が小型っていうこともありまして、バッテリー容量も小さいので少しね電池の持ちは悪くなるんですけども、僕は先ほどの iPhone X を一日中使っていても電池切れっていうのは今までもほとんどなかったので、こちらでもね問題ないんじゃないかなと思っています。あと期待されていた指紋認証や USB-C 充電というところは、今回は実装されなくてねちょっと残念だったんですけど、そこは目をつぶりましょうというところで、そしてこちらの iPhone 12 mini は iPhone 12シリーズの中では最安です。例えば iPhone 12 Pro Max をフルスペックにカスタマイズしたら税別で15万800円になっちゃうんですけども、こちらの iPhone 12 mini 256GB にしましたが、こちらの場合だと税別で9万800円で購入できます。このね小さいボディに十分すぎる機能が盛り込まれた iPhone 12 mini、もう個人的にはねもうこれ大当たり大正解でした。これは今回発売された iPhone 12シリーズの中でもとてもね人気が出そうな機種なんじゃないかなと思いました。はい、そういったわけで今日は届いたばかりのこちらの iPhone 12 mini のファーストインプレッションということで簡単なレビューをさせていただきました。購入検討されている方の参考になったら嬉しいです。何かわからないことや検証してほしいこととか質問などありましたらコメントをいただけると嬉しいです。こちらねもう少し使ってみてカメラ性能の検証とか、あとスマホの中身とかもまたね撮りたいなと思っているので、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。